優れもん自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ヘッドライト補修カローラアクシオ5速マニュアル。右側ヘッドライト黄ばみやレンズの曇りはありません。左側のヘッドライトは黄ばんでいます。透明度が落ちてどんよりしています。ピカピカの右側ヘッドライト、よく見るとレンズの保護膜が剥がれています。ポリカボネート製のヘッドライトレンズを紫外線から守るためコーティング加工されています。ヘッドライト点灯。右側ヘッドライト、変色や曇りはありません。左側ヘッドライトレンズ表面に細かいひび割れが多数あります。レンズの変色と曇りのためライトが暗くなっています。ボンネット開けます。研磨作業前にヘッドライト周りをマスキングします。ヘッドライトにクリア塗装をするときは広範囲のマスキングが必要です。今回はヘッドライトを外します。ヘッドライトを外す必要はありません。クリア塗装をする時のマスキングが面倒なのでヘッドライトを外すことにしました。フロントバンパー外します。左ヘッドライト外します。右ヘッドライト外します。左ヘッドライト黄ばみと細かいひび割れ。作業手順書にはサンドスポンジでヘッドライトレンズを研磨すると書いてあります。細かいひび割れを取り除くため粗めの120番ペーパーを使うことにしました。120番でレンズ表面のひび割れと黄ばみを削り落とします。黄色い磨きカスが白くなるまで研磨を続けます。未使用のサンドペーパーに変えます。水で湿らせたクロスでヘッドライトレンズを拭きます。白く曇っていないところは磨き不足、磨ききれていません。角部分磨ききれていません。磨き残しきっちり磨きます。ヘッドライトレンズの研磨を続けます。120番の研磨が終わりました。研磨に使用した120番ペーパーです。水で湿らせたクロスで拭きます。レンズ全体が白くなっています。磨き残しはありません。ヘッドライト点灯。ひび割れが残っていないか確認。細かいひび割れは消えているようです。次は320番で研磨します。120番の深い磨き傷を消します。レンズ全体をしっかり研磨します。400番レンズ全体を研磨します。ヘッドライト点灯。細かいひび割れが残っていないか再度確認。ひび割れ完全除去できています。120番の深い傷も消すことができました。次はサンドスポンジ使います。サンドペーパーの3倍長持ち、空研ぎ、水研ぎ、どちらも OK。 400番、800番、1500番。サンドスポンジ400番でレンズを研磨します。
サンドペーパーで磨きにくいところも確実に研磨できました。柔軟性と厚みがあって持ちやすい。角部分もしっかり簡単に研磨できます。レンズ全体をサンドスポンジ400番で研磨します。サンドスポンジ800番でレンズ全体を研磨します。サンドスポンジ1500番でレンズ全体を研磨します。ヘッドライトレンズの研磨作業が終わりました。中性洗剤で洗いました。しっかり乾かします。右側のピカピカヘッドライト。ヘッドライトレンズの上側、コーティング層が剥がれているので補修することにしました。サンドスポンジ400番でヘッドライトレンズのコーティング層を剥がします。右ヘッドライトはレンズにひび割れがないので、作業手順書の通りサンドスポンジ400番から研磨しています。レンズ全体をしっかり研磨してコーティング層を完全除去します。水で湿らせたクロスでレンズを拭きます。白く曇っていればきっちり研磨できています。磨き残しがないか確認します。問題ありません。コーティング層は剥がれています。次は800番のサンドスポンジでレンズ全体を研磨します。最後は1500番のサンドスポンジでレンズ全体を研磨して磨き作業は終了です。中性洗剤でヘッドライトレンズを洗浄しました。しっかり乾かします。ヘッドライトを乾かしている間に普段掃除できないところ洗います。洗浄ブラシで叩き洗い、中性洗剤スポンジでこすり洗い、左側ヘッドライトレンズの内側、水が入り込んでいます。洗剤を洗い流した時に裏側から水が入ってしまいました。塗料ならではの分厚い塗膜、ホルツのタフウレタンヘッドライト、優れた二液ウレタン塗料。ネジキャップを取り外します。ネジキャップを逆さまにして止まるまで右に回してねじ込みます。ネジキャップを左に回して取り外します。30回程度缶をよく振ります。10分間待ちますが、待っている間に何度か缶スプレーをよく振ります。10分経ちました。試し拭き。1回目のクリア塗装。レンズ全体薄く塗ります。ザラザラして曇っていますが問題ありません。10分待ちます。2回目は塗膜が薄くなりやすい外周部分をしっかり塗装してからレンズ全体を均一に塗ります。スプレーの霧が細かく垂れにくい、失敗しにくいスプレー塗料だと思います。注意点は一般のラッカースプレーと比べると噴射圧力が弱いので、スプレー塗料が風で飛ばされやすい傾向があります。必ず風の吹かないところ、無風状態でスプレーしてください。2回目の塗装で透明度が高くなりました。10分間待ちます。最後の3回目クリア塗装。
レンズ全体を均一にスプレーします。少し柚子肌になっていますが、塗料は垂れていません。スプレー塗料が風に吹かれてムラになってしまったことが原因です。右側のヘッドライトも左側と同じ手順で塗ります。1回目薄く塗ります。10分間待ちます。2回目は外周部分を塗ってからレンズ全体を均一にスプレーします。10分間待ちます。3回目はレンズ全体を均一に塗ります。缶スプレーの塗料はほぼ使い切りました。塗装表面が乾く試食乾燥が約20分後、完全乾燥は約24時間後です。ホルツの業務用ヘッドライトリフニッシャーと市販品のタフウレタンヘッドライトの使い心地はほぼ同じです。どちらも塗料の霧が細かく垂れにくい、きれいに塗れます。ヘッドライトの点灯確認。ヘッドライトレンズの細かいひび割れ、完全除去できています。3日後、ヘッドライト内に入ってしまった水滴が乾いて消えています。柚子肌になっているので鏡面仕上げをします。右側ヘッドライトも一部が柚子肌になっています。ファインコンパウンドリキッド、傷消し、艶出し、鏡面仕上げ。研磨用スポンジ付属しています。ヘッドライト周りをマスキングします。傷消し用コンパウンド。スポンジにリキッドを適量つけます。柚子肌になっているところを研磨します。塗料に厚みがあるのでコンパウンドで磨くことができます。傷消し用コンパウンドとスポンジの手磨きで塗装が剥がれることはありません。中央付近は柚子肌の凸凹がなくなりました。柚子肌が少し残っている箇所があります。次は艶出し用コンパウンドでレンズ全体を磨きます。艶出し用コンパウンドでレンズの透明度が高くなり、すべすべになります。レンズがくっきりはっきりしています。表面仕上げコンパウンドでさらにピカピカツヤツヤにします。レンズ全体を磨きます。左ヘッドライト完成です。ほぼ新品です。柚子肌から鏡面肌になりました。右ヘッドライトの柚子肌を鏡面に変えます。左ヘッドライトと同じ手順で磨きました。柚子肌部分を傷消し用コンパウンドで研磨します。艶出し用コンパウンドでレンズ全体を磨きます。鏡面仕上げコンパウンドでレンズ全体を磨きます。鏡面肌になりました。
左ヘッドライトレンズは内側が曇っています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。